中ボスを倒した勇者がラスボス倒した勇者に反抗しとったら、それはもう敵になっちゃうでは今回ね、今回の回は、はい、シャクソンがその悪の代表であるダイバダッターをどういう風に捉えていたのかというね、これが悪人成仏への鍵になります。シャクソン視点で見る極悪人のダイバダッター。そうですね。なぜシャクソンは悪人が成仏できると、どういう思考回路でそうなったのかという大注目の章ですね。いきましょう。はい。極悪のダイバーも全知識と遠藤。それではダイバ本の概要を見てみたいと思います。はじめにシャクソンとダイバダッタの過去世における因縁が説かれます。すなわちシャクソンが過去世に大国の王であった時、菩薩業を実践し、人民のために神妙も財産も惜しまずに尽くしていました。ついてきてますかね。大丈夫ですかね。はい過去世の話から出てくるってことなので、過去世ではシャクソンは大国の王だった時があったと。斎藤明君ですね。政治の根底は慈悲であり、本来菩薩業なのですね。遠藤。しかし王はまだ飽き足らず、全ての人を救える大乗の法をさらに求めます。民衆の真の平和と安穏を実現するための哲学を求めたということです。偉大な指導者は民衆のために偉大な哲学を求めるものです。王時代はまだ悟ってませんからね。求めている時のシャクソン。須田王位をも捨てて求めたと説かれています。反対に権力維持や保身のために思想や宗教を支配しようとするのは天道の指導者ですね。遠藤。王の求道心に応じて現れたのが足仙人です。仙人は自分の言葉通りに修行すれば法華経を説こうと王に語ります。王は歓喜して水を汲み、焚き木を拾うなど懸命に働いて仙人に仕えます。その修行が1000年も続いたが、潜在求事、心に法を求めていたので心身ともに疲れることはなかった。その結果ついに王は成仏します。不思議なのは、王が足仙人に仕えて大変な修行をしたことは強調されていますが、肝心の法華経を教えてもらったかどうかは必ずしも明確ではありません。1000年って感じですか。1000年、法華経のね内容でございます。末法の我々にはちょっと意味がよくわからない感じ。でも変わって生まれ変わって何年もこう修行してきたんですよっていうようなことの表現ですよね。これ輪廻転生的な池田。それについては恩義口伝で、王の修行以外に妙法蓮華経の伝授はないと仰せです。修行そのもの、行動そのものに妙法蓮華経が伝えられるのです。妙法を求め抜く心に妙法が現れるのです。私たちの事業桁にわたる正代業がまさに妙法伝授の修行なのです。公選流布のために限りなく心を尽くし、身を尽くしていくのが現代の潜在求事です。遠藤。このように過去のことを述べたシャクソンは、過去世の師である足仙人とは実はダイバダッタであると種明かしをします。そしてシャクソンが悟りを得て広く衆生を救えるのもダイバダッタという全知識によるのであると、またその過去の因縁によってダイバダッタに対して未来無量光の後に天皇如来になるという授記が与えられます。最後にシャクソンは他のビクたちに、未来世にこの大話本を聞く者は十方の仏前に生まれる功徳があると説いています。っていうね、過去の師匠でしたダイバだった、あらあら感じですがいきます。斉藤。今ダイバが全知識とありましたが、現実に今世のシャクソンにとってはダイバだったは悪知識の存在に他なりません。ダイバはシャクソンを殺そうとしたり、ハワ合奏、つまり商法の教団を分裂させたり、女性門下、蓮華式ビクニを殴り殺したりしました。っていう。その大悪人が過去世では全知識であったというのです。ここでは善悪が全く逆転しています。それどころか不思議なことに、ダイバだったが過去世においてはシャクソンの師匠であったと説かれていきます。これも悪人が仏の師匠であったというのですから、常識では考えられないことです。須田。そこで手がかりになると思われるのは、
大和本で釈尊が成仏したのは皆大和だったの全知識によるがゆえなりと説かれていることです。大和だったがいなければ釈尊も仏にはなれなかったと。天台大師も法華厳義で悪によって善あり、悪を離れて善なし、また悪はこれ善の死、善を助けるものなり、悪なければまた善もなしと述べています。池田、そこだね。善と悪とは実体ではない。どこまでも関係の概念です。故に一人の人間が初めから善人であるとか悪人であるとか決めることはできない。牧口先生は善人でも大善に反対すれば直ちに大悪に陥り、悪人でも大悪に反対すればたちまちに大善になると言われていた。これが深いな。うわっと思いましたね、僕は。また分かりやすく例えて次のようにも言われている。眼界がもしも孔子に反対したとすれば、亜生眼界が直ちに大悪人に陥らなければならず、この孔子がもしも釈尊に反対したとすれば、直ちに極悪の家宝を結ばなければなるまいと。遠藤、眼界とは孔子の弟子で、亜生つまり孔子に次ぐ聖人と言われていました。その眼界が孔子に背くのは、中善が大善に背き一転して大悪になる。その孔子も極善の仏に背けば極悪になる。なるほど、善悪は関係性ですね。深いですね。深いですね。善悪っていうのは、この人はいい人、この人は悪い人っていうふうにレッテルを貼ることはできないってことですよね。そういうことね。このいい人は他の環境に行ったら悪って言われるかもしれないし、この悪人って言われても場所とか環境によってはいい人っていうこともあるでしょうしっていうね。わあ。絶対的に善だっていうものは大善って言われるものですよ。中善とか小善とかのことを我々は善悪で言ってるところもあるかもしれない。一般的にはそうなんだけど、その辺はコロコロ変わるってことですよね、関係性で。そういうことね。池田、しかし孔子やイエス・キリストやマホメット、ムハンマドがもし釈尊にあったら背くことはないだろうとも牧口先生は言われていた。なぜならば彼らはただ等しく自己を虚しゅうして衆生を救済しようとするに余念がないからであって、エゴイストではないからであると。大事な視点ですよね。はい。牧口先生は衆生の救済に究極の善を見ておられたようだ。反対に自分の利害だけを考えるエゴイズムは悪の根源です。だからこうも言われています。一般に善人、大善人と自認している人々にとって油断のならないことは、いつ自分以上の人格者が出現しないとも限らず、現在以上の両方が立証されるとも限らないことである。この場合には地位が高ければ高いほど、直ちに大悪、最大悪の家宝を結ばなければならない。かの良寛、道流のやからも、もし日蓮大聖人が出現されなかったならば、生き仏として現世を終わったであろう。残念なことには、彼らはこの関係が分からず、私利私欲に目がくらみ、大悪僧になってしまったと。やはり嫉妬によって悪人になってしまった。斉藤牧口先生は公益を善というと定義されています。法華経は万人を成仏へと導く経典です。その意味で法華経は最高の公益、最高の善を目指していると言えますね。はい、またね、もう一歩深く入ってきましたが、善と悪、釈尊の思考回路の一端がちょっと見えましたが、なぜ大和だったを全知識と捉えていたのか。大和だったっていう存在があったから自分は成仏できたんだっていうことですよ。これ全知識ってことは、自分を殺そうとした人ですよね。それを過去の師匠だったというふうに捉えていた、この点に関しては悪人が自分の師匠だったっていうのはちょっと今の感覚ではちょっとね、ついていけないっていうような段階なのが正直なところだと思うんで、一旦これはゆっくりやっていこうということで一旦置いといて、そうですね、善悪の話でございますね。これはなんかまた面白い話ですよね。小善中善大善ってのがあってっていうね、小悪に対して反抗することは小善であってみたいな、
中善に対して反抗することが中悪になるみたいなねややこしいが、うん、でも中悪の人が大悪に反抗するんで、反抗っていうか戦うんであれば、うん、大善になるっていう結局ややこしい話だが、まあそうね。雑魚モンスターを相手にする弱小の勇者とラスボスに挑む最強の勇者とみたいな感じか。中ボスを倒した勇者が、うん、ラスボス倒した勇者に反抗しとったらそれはもう敵になっちゃうまだストーリーが複雑になってるそれはそれで面白そうだけどストーリー的には、うん、でもそれまでヒーローだったわけど、その中ボス倒した勇者、そうだよね、うん、それが一転して悪になっちゃうっていう怖さね、うん、これ怖いよね。これ身近にも結構あると思うんです。歴代の偉人と言われるようなスーパースターみたいなメジャーリーガーがですね、うん、大谷翔平を批判したりすると一気になんかイメージがダウンになっちゃうというか、悪人に見えちゃうんだよね悪人ではないけど別に、でもなんかそういう風に見えちゃうというか、まあそうだよね。今を活躍する人に対する嫉妬って捉えられますよね。そうそう、まあ、嫉妬で結構大谷翔平を批判する人も結構いるんだけど、偉大な人たち、偉大っていうか結果残した人たち、大谷翔平を掘るじゃないけどみたいな、そう嫉妬でそういうことを言っちゃうと一気に悪人っぽくなっちゃうというね、そうだね。大谷翔平が現れなかったらその人はもうずっと善なんですよ。崇められる存在で、ね、そういう関係性ですよ。良寛とかっていうのは、当時の仏教界では、一応民衆のためになんか寄付したりみたいな、でまあ大商人が登場されてからはまあいろいろ悪事がバレるわけですけど、通行料取ってたりとかしてなんかいろいろ寄付する割に徴収しとるみたいなまあいろいろバレる悪事が、なるほどね。で大商人に対しての嫉妬みたいなことだろうけど、まあね、これはまた大商人をおいおい勉強していく中で、なぜ大商人に反発することが大悪になるのかっていうことだね、今言われてもピンとこないっていうところもあると思うけどまあでもそうですよ、この関係性の話、ね、そして公益が善、これは大事な定義ですよね、これを前提としていい人悪い人、いいこと悪いこと判断しやすいかなと僕は思いますけどね。そうですね。私利私欲になってしまうとやっぱ害悪になってくるのかな、公益の反対になってくる。公益はどうなってもいいから自分がっていう感じですよね。極論言っちゃうとそうですよね、自分も含めての公益だと思うんですけどね、そうですね、ここで言う公益っていうのは自他友っていうのがポイントですよね、では自他友の公益のために幸福のために活動している、公選婦っていう行自体はもう大善でしかないっていう話を、今されてまとめられたってところですね。そうですね、軽く感想いいですか。そうですね、もうほんと最後の牧口先生のこの定義、善に対する定義っていうところは、これはもう即生活として活かせるんじゃないでしょうかと、自分の思考の判断とかその辺は公益につながっているのだろうかっていう、そういう風な視点につながると思うので、これはちょっとメモしとこう、ねこれはもう身近な環境で使える話ですよ。そうですね、大事ということで、自分自身と、職場にいる人たちとか家族だったりとかについてなんかこう観察してみたらどうでしょうってことですよね。そうですよね。公益につながった発言だとか判断なのかそれはみたいな視点で見ると善の行動が取れるようになってくるのかな。よし、ちょっと活用しようということで今日はこの辺で、はい、お疲れ。おつもと。